なんかいったーって書いて黄色ですって言ったら、黄色はちょっとあの人そうなんですか？そう、この人あ、そうなんですか？で、なんか青山先生は結構ファンの声聞いてくださるんだよっていう話を聞いて、じゃあ嘘刺激やだなお前。これがないと生きてから。やばいやばい。いやちょっとこれ写真撮っとく。やばい。顔がやばい。今回もまた前回疾風のきらめきの時にお参りに来た場所に来ました。レイヤさんとライブ配信で開封する時に、もし俺だけサイン出てレイヤさん出んかったら殺されそうな気がするから。レイヤさんも出てほしい。うちも弾きたいけど。出るなら両方出てほしいし。両方出てほしい本当。出るのなら両方出んでほしい。両方出てお願い。お待たせしました。すいません、お待たせしました。よく叫びます。音量中ひでえな。いや叫ぶんで、本日が2026年7月25日コナンカード第10弾追憶の盟友の発売日でですね、今回の追憶の盟友がコナン屈指の人気のグループというかチームの警察学校組がフィーチャーされた、非常に注目された弾でもあり、予約開始もね確か1日でカートン売り切れたっていうのはだいぶ珍しいですね。疾風のきらめきも早うには売り切れたって印象があったんですけど、今回の追憶の盟友すぐ売り切れましたね。で本当に予約が困難、どこも予約が取れないっていうのは本当 SNS 上でたくさん見て、コナン TCG もなんか本当に人気 TCG になったんかなっていう感じはしますね。ということで開けていきますか。幸せの感類、絶望と不安の混沌、光と闇にもてあそばれる、あなたが引かなきゃ誰が引く、たった一つの励ますぶち抜く、見た目はオタク、中身はバーサーカー、その名は黒藤レイヤ。イエーイ始まりましたでまずですね、ちょっとレイヤさん一発目の質問、まずレイヤさんとは何者かっていうね、なかなか捉えたいい質問が来てたので、面白い。なので警察学校組の西島したやつです。レイヤさん、はい、萩松ってよく言われるけど、はい、まず萩松はカップリングとして好きなんですか、それともどちらか好きでただ萩松と言ってるだけなんですか。なんで萩が左側絶対萩松なんですか。なんか松萩じゃダメなんですか。私はですね、萩松絶対主義者の不女子でございますなのでカップリングとして萩松と言っております。前に来る方がバトルでアタックなんですよね。で、はい、後ろがバトルでいうディフェンスなんです。あ、そうですというぼかした表現をして、ちょっと開けていきましょう。で、今回追憶の盟友は疾風のきらめきと同じく箱1で SRP が確定しとるっていう割と安心仕様なんで割と嬉しいですね。松田迅平のサインが今、シングル価格30万っていう結構なかなかぶち熱い感じの値段になってますけど、ね、祭壇作ったらすごいスペースがなくなってるんだけどいやそんぐらいは考えてくださいよ今回は開封メンバーでおなじみのタムタムはちょっと仕事の都合で来れなかったのと、なんとこの開封企画のなんていうの、オリジンというか発起人の絆さんはちょっと南の島に旅立たれたので、絆さん見てますか？南の島から見てますか？そんなパパ君みたいなあとレイヤさんは萩松が来ると絶対叫ぶんでジャンプスケは開封と思ってみてください。で今バトル何バトルですか？147でした。147そろそろちょっと147ってそんなに生涯で映画館行ったことないかもしれないということで開けていきましょう。ちょっとさ、レイヤさんから開けていただいて。大問題が発生するんですけど、はい、切ったら萩の頭が切れるんだけどなるほどね切ったら萩の頭がちょっとタカラトミーさん、ちょっとデザインもうちょっと下にできませんでしたかね。これ確かに萩の頭が切れちゃうんだけど、とりあえず記念すべき1袋目いきますよ。 RP の愛ちゃんが出ました。でさ、初っ端の殴られたんだけどRP の愛ちゃん、唇の CP です。唇 CP と松田迅平。松田迅平。違う、高木君です。高木君です。高木渡です。高木渡です。まず編集でどうですか？ダテさん、さっきナタリーさんやったけどダテさん来たよ。彼氏来たよ。はい。
非常に強力な K 組では強力なね二面受け。いやーだってさ、まずノルマ1だって黄色集めにはいけんのにねえ、黄色カード多すぎじゃんまあ今回は。ではコナンは原作から入られたんですか、アニメから来られたんですかっていう。ああ、私は実は伊達さんそっち私は実はですね、アニメから入った人間なんです。アニメから入ったっていうか、ちょうど塾から帰ってきて夕飯の時にテレビをつけたらコナンやってたっていう。塾から帰ってテレビつけてご飯見たらジョーダンのコナン君がさ、ジャンボに乗ってからさこう走っててさ、ビルを横から見ると煙突に見えるっていう、最初の女の子が寂しいから誘拐されたって。そうSRP 出た。その子ちゃん。おう、その子ちゃんのテニスの SRP これはです。鬼塚教官とかなんか言おったらさ、後ろにさ鬼塚教官じゃないよ、後ろだよ、後ろ。鬼塚教官で興奮したんかと思って。いや、鬼塚教官だってこうペッてやろうと思ったらね、こういきますよ、せーの、なんかサインとか SRP とか MRP 出たんかと思って。ほらちょっと一番最初に聞いたさ MR が萩松ってもう最高すぎやせんか、これ。演技がよろしい。幸先がよろしゅうございます。いいね。僕はコナンが出たんですよね。原作っていうか、うちの実家に漫画がコナンの2巻しかなくて、それを読むしかないっていう。なるほど。コナンの2巻から入りました。めっちゃ幽霊屋敷の話は印象に残ってますね。お母さんが息子を閉じ込めて、お母さん飯毎日持ってくるの大変じゃないあんなクソでかい地下室への入り口みたいな開け閉めするの思ってましたね。お父さん、そうは言ってもさ、まだ顧問の萩野仁平ちゃんも来てないんだけど。なんか顧問の萩松結構高かったですね。マジか。なんか1枚なんかまた来たんだけど、これさ、はい、あれですよ、パラレルですよ。パラレル枠まだ残ってます。パラレル枠で、まずここ行きましょう。沖田くんですね。これはいますよ。それミサオいやだけどこのね、もうこのヒロトのこのね幼なじみもうこの水切りのシーンの球技なのかってみんな言ってるけど、いいんよ、この絵がいいんよ。最高。素晴らしい。スコッチの SR。スコッチ SR。なんかめっちゃなんか発色が綺麗ですね、これ。でもなんか今回のカードすごい色がいいですよね。綺麗。なんかだんだんめっちゃ良くなっていける。あれよ、鳥取のチャレンジ戦行くと買わされるカードが第1弾と第2弾っていうで、開けるとなんか懐かしい、こんなカードだったよねみたいな。そうちょっと僕は次から一気に切ろうかな。マジで。とりあえずワンボックス目はこうなんかいろいろ噛み締めながら開けてみようかな。化け物屋敷、いや普通さこっちがさ CP だと思う、こっちが、柄的に CP っぽいんだけど、なんでこっちがまた黄色がピカピカしてるよまた黄色がピカピカしてるよその前になんかCP、お姉ちゃん、千早さんだ。やーん、黄色がいっぱい来る。これはありがてえ。黄色。ジンピーちゃんだ。ジンピーちゃん、やった。じゃあ爆弾犯出た。ジョージ爆弾犯、ジョージかっこ仮このジョージかっこ仮の下にね、おそらく世の男性陣は欲しいのではないかと思われるカードが眠っております。なんですか。いきますよ。はい。
出版。おお、すごい。イエーイ MRP。それ高いですよ。なんか2万ぐらいしますよ。マジで。一応。あーハギー、またハギ来た。イエーイ、ハギだよハギだよ。あ、普通に R でした。プロサッカー選手。脅迫事件。私これ事件よりも最後のなんかコナン君がさ、ランちゃんに言い訳じゃないけどさ、博士の車のヘッドライト照らされて有名なやつですね。あれ、いや、その影と話すんだじゃん姉ちゃんみたいな。影で話すのと、あと最後のコマ、新一がちょっと傾いて、どうやってやったんですか。いや、それちょっとブロックリのとできんくない。誠さん。テキスト。とりあえずこれでワンボックス。で、今のうち質問寒いとこ。はい。映画館で眠たくなります。寝ない対策はありますか。一番はしっかり寝てから行くことなんだけど、どうしても私も仕事終わりとかに行くことが多いから、その時にはまず映画始まる前に目薬さします。はいはい。目薬さしたり、なんか眠くなりそうだなって思ってたら、予告の間にちょっと目つむって目を休ませて、でもね、なんかレーサー始まったらアドレナリンがぶち上がって、そうただ私もどうしても眠気がっていう時の最終手段ってものがあるんですよ。これほんまに最終手段なのでおすすめはしないんですけど、口の中を噛み切るんです。それはそこまでして見たい映画がある。今見てます本当に疲れとって仕事、ほんまにレイトショーってほんま9時ぐらいから始まるやつなんで、仕事終わりにほんまに疲れ切ってる時とか行ってやばいなと思ったら、もう口の中ガリッてやって覚醒で見ます。覚醒はしそうですけど、それは手っ取り早く覚醒する方法。化け物屋敷。これキャンポルの MR。皆さんお手を拝借お手を拝借。いいよー。どっちか。いいよー。はい。古谷さんの SRP。いいなぁ。水浴バーツじゃねえ、一級入魂か。一級入魂の4枚揃えねえいけんってなかなか地獄の。やっとまず左端いっちゃい左端から左端が出ました。おめでとうございます。これこれ左、これ今ね袋から出す時に見えちまったんだよね。これはハギだー、ハギ。ちょっと前回なんか叫んでるとこだけなんか特集組まれてしまったので、ちょっとおとなしくしとくよ。でも SR のフリアですね。SR のフリア。また爆弾犯出たの。ほんまにもう処してやろうかこいつ。データジョディ先生の SR。それのパラレルが欲しいですね。エッチエッチなパラレル。エンボスであれですね、シークレットメイクスウーマンっていうのはマジで見にくすぎる。マジ見にくいよこれ。何 RP？ 出会ってた5人ぐらい RP。映ってる？ちゃんと映ってる？大丈夫？大丈夫。て動きが止まんない。いやよかった、弾けた、よかったよCP2 なんか今回の園子ちゃんの SR。なんかめっちゃ緑の SRP が出た。やっとカズハ。あれ？かわいいやつですね。結構高いやつ。高いまずね、値段で言うな。すごい爽やかなイラスト。しかも能力もだいぶ強いやつですね。一応
結構カートを開けたら今回なんかいつからかな、色くらいからカートを開けたら割と調整されとる感じはしますね。でも前回私カートン開けたけどさ、レンガも何も出んかったよ。ないカートもあります。まあびっくりみたいな。あらまあレンガ出ませんでした、レンガもサイも出ませんでしたよみたいな。ちょっと僕への質問答えよう。ビルビルさん、マスターズ青1位を取られたビルビルさん、地元で敵なしですよね。はい。えそんなことはないですけど。この間ヤギで私に負けたのは誰だったかなまあタイトルは取れたんですけど、そんなっていうかね、今月僕だから7月1日から7月24日かな、の球団環境という僕1回しか優勝してないんですよ。でその代わりタムタムがなんか5回ぐらい、5連チャンぐらいで優勝しとって、だからタムタムが調子よかった。不思議。そう私もデスカットを食らって負けたっていう。だからまあマスターズでめっちゃタイトル取ったからってあんまりまあそれ確かに強いですよ。そういう人は強い人が多いですけど、まあ言うてね、じゃあ方向欠損1、2欠損したらそこからまくれるかって言ったらゲームのシステム上だいぶ難しいんで、そこまでね萎縮せんでもいいとは思う。デッキによるよ。まあデッキによりますね。私はたまに高校欠損しても勝つっていうね、変なことをする人間なので。そうチャレンジ戦とマスターズって結構競技性が違うんで、ミスリード3ってでかいよな。でかいけど振り分けができんからなんかマジでミサオらしい能力ですね。またどこ来たのよ。それすごい殴られまくっとんだけどどうしようか。お、綺麗だね。RP のサッカー選手。おお。R まだ出てないですね。でもやった、黄色のこれはパラレルですよ。そしてこのグローブはグローブってそっちのグローブじゃないんよ。よいしょー、お姉ちゃん。グローブこっちね、こっちのグローブ。こっちのグローブ、このグローブ。そう。いやー、お姉ちゃん美しい。またサッカー選手今日ねR が両方出ました。なんとこれ RP がやっぱザラザラしてる。いやマジでこのフルカラーの RP 分かりづらすぎるからなんかあんまり嬉しくない。水野京香めっちゃ来るんだが。待って、またキールのCP なんだけどめっちゃ来るね。何これ。新一くんの SRP だ。新一の SRP なるほど。そうお、出た。カイラダル刑事の CP。先に引き寄った光っとる。こうやって雑にさ、こうささやるとさ、最後になんかすごいの来た。絶頂しちょっと待って、かぶったかもしれん。何がかぶったかもしれん、この今の。赤いがの後ろ行くはさ、誰だ。せーの、ほい。かぶってない。萩松だ。さっき言ってね、古谷さんに見えてから、かぶったかと思った。すごい。やったー。そうだ。萩松。ちょっとずつ繋がってきて、ちょっとずつ左から繋がってきて、ちょっとずつ左から繋がってきよ。あと伊達さんとヒロ引いて額縁に入れないと。ご覧ください。萩松です。見て、ほら、見て、皆のおかげで出たよ。最初なんかバニラデッキってみんなが言うから、なんでみんなその美味しそうな名前のことを言うんかなってね。その中にアイスクリームしか出てこなかった、確かにバニラって何っていう。カードゲームでは能力がないカードをバニラっていう習慣がある。それはいわゆるアイスクリームのバニラから来てる。トッピングがないから。そういうこと。素材が美味しいじゃないですかバニラ。
そうですよ。別にまずいとは言ってないまずいし、なんか劣っとるっていう意味ではないです。レイヤさんはサイン揃えますよねって持つでもさすがにシングル今日日付変わって興味本位でトレカバース見に行ってジンペイちゃんのサイン見て思わず深夜にもかかわらずばっかじゃねえのっていう声が出たまあ30万なんか高騰した愛ちゃんのサインぐらいしますからね、やっぱり、初動やからまあ確かに不安定なのはあるけど、でもやっぱりとはいえまあ30万はするよなっていう感じはしますね。そうなの。愛ちゃんがまあサインが30万超えとるんで、なんかレイヤさんが確か最初コナンカード始めるときに初心者講習会みたいなの行って、公式のスタッフっていうかトレーナーの人に、何色使いたいですかって言われて黄色って答えて、黄色はやめといた方がいいですねみたいな反応されたのがマジで面白い確かに練習の時には青と緑で練習っていうかこんな風にカードを動かしてくださいねっていうこう指導があって、これならこんな感じでふんふんってこうやった後にそれで最後に何色のデッキを使う予定ですかって書いて黄色ですって言ったら、黄色はちょっと初心者の方にはあんまりみたいな感じですごい渋いこと言われて、うわーその話はちょっと好きすぎエリさんの CP かわいい。ジャガーかわいい。本当にさ、ほんまに最近パラレルの絵がいいよね。化け物屋敷いっぱい来る。フリアレ7のフリアレばっかり来る。突撃しかできんだ。突撃した時熟ができない。料理か。出会ったとグリーンの出ました。初ですね。私も引いたもんね。めっちゃこれはギラギラして分かりやすい。他の RP もこんぐらい加工してほしいな。で、MRP 出ました。出ました。親父渋すぎる。これカードショー、なんかどっかのカードショーがミスでから MRP の方が安いっていうのめっちゃ面白かった。待って、もうMR 様々しい。ほんまにこれ順番に行くのかな。次誰が来た。さあ皆さんお手を拝借。いいよー。スパン。やだよ。すごい。あれ伊達さんは伊達抜きやん。伊達さんが飛びました。伊達さん。待って4枚中3枚来た。うわ見てすごい。ぴったりだったな。すごい。いやマジ実はこのカートン買ったのがカードボックスアルパーク店っていう、最近一番新しいかな、広島の。まあそうですね、広島市内で割と新しい。で店長さんがワンカートン死守してくれたっていう伝説のなんかね、今回どこもなんか卸っていうかなんかすごい入荷がなかったのを私がすごい早い段階で1カートンお願いしますって言ってたもんだから死守してくれたっていう。このカート4枚揃うんじゃないですか、なんか雰囲気的に。マジでそうや、揃ってくれ。ジョージマジ何回出てくんのジョージ。いやマジこのカートン守ってくれてありがとう店長さん。菓子折りを持ってこれ先引いちゃった。RP プロサッカー選手。鳥取メーカーカニせんべいですか。カニリアさんが持ってくる。カニせんべい。いやここはあれでしょ、うつぶき公園団子を持って帰る。コナン君のシールですよ。そうコナン君のステッカーが欲しいけど私はあんこが食べれないから買ってきてみんなに配って回るっていうどこっていうかね、レイヤさんあれですよね、ミスチルエンジン時代のコナンカードやられとって大会用でエピソードめっちゃ気になりすぎるんですよ。旧コナンカードというか。そう本当に学生の時になんかコナンのカードゲームが本屋さんに普通にコナンのカードゲームがあるっていうので、そのパッケージがなんかめぐれ警部
確かめぐれと少年探偵団とランちゃんそうそうそうは見たことがある。そうなんか3種類あって、でもね家にあるんよすごいいっぱいあるんだけど、押し入れの中に大事にしまい込みすぎて、今日ね持ってこれたらいいなと思ったけどね出せんかった。なんかスルライとかで未だに売ってますね、めっちゃ安い。で柄は多分アニメそう柄アニメ柄で、原作柄じゃないけコナンだからってすごい買ったけど、はいはい買ってなんかゲームのやり方すごい覚えて、はいはいでなんか大会っていうかなんか大会がありますみたいな、あれサンデーだったかなんかに出てて広島あるじゃんってなって、はい行って、はいなんかトーナメント戦だったんよ、はいはで多分ね4人か6人ぐらいのね超少人数でいはいなんか勝買ってったけど、勝ったからといって何かがあったわけでもなく、そうなんですか。優勝おめでとうございます終わり、参加賞もなく優勝したからといって優勝商品もなく、集まってカードゲームして終わったっていうそんなん飾ってるはずだから、確かに何かをもらったっていう記憶もないし、なんか X でなんかその子出してサンゴに拳銃も出して打たせ続けたら強いみたいなの見てちょっと面白かった。そう字面が面白かったけどでもねあれも持ってるカードが強ければ勝つっていう、なんかそこまで頭を使う感じでも本当に強いカードをたくさん持ってれば勝つみたいな感じだったから、あれまあよっこいしょ。サインどちらかといえばどっちがそれさお父さんとお母さんどっちが必要ですかっていうのと似たようなもんだから無理です両方です、回答不能ということで扉になって僕、まあ、やっぱ陣平ちゃんの方が欲しいかな。なんでなんでやろう。なんあおエッチなカードエッチなカードジョディ先生のほらほらえあ真田くんエッチなカードでこの間ねアニメで真田くん久しぶりに声がよっちんくんなんですごい私も好きなんだけど、J リーグのあれそうそうコラボ会か。そうでも私にとってね真田くんって結構縁深いキャラって言いますかそうなんですか。その昔々あるところで何それコナンの話ですねいやなんか昔青山剛昌ふるさと館に行った時に向こうで知り合った方となんか話した時に、この真田くんの大ファンの方が青山剛昌先生にファンレターで真田くんだけ11人目のストライカーおおだってさ11人目のストライカーで出て今で最近逆輸入ってよく、ね、風見さんとかある感じの原作に取り入れてほしい、で真田くんを原作で活躍させてほしいっていう希望をなんかファンレターで書いて送ったから、真田くんが原作に出てきた。でなんか青山先生は結構ファンの声聞いてくださるんだよっていう話を聞いて、じゃあもしかして萩と迅平ちゃん出してくださいって手紙書いたら、もしかして先生そういうのって聞いてくださるのかなっていうのが事のスタート。なるほどまあ確かにでファンレターを送ったりとか会うたんびに言ったらだけどなんかレイヤさんがめっちゃ言いまくったから警察学校編始まった説があるっていう。いやそれはちょっとね語弊がある私たった一人で警察学校編が始まったらすごいことない。あとエンジェル残っちゃったまたスパーン親父殿親父 MRP でも絶対さ甲子園でこんな光景あるよね、甲子園の会場でこんな人いるよね普通に近くいや私がさっきからそろそろ欲しいって言ってた萩の CP やったビビるいっちゃう後ろにパートナー置くからレンガと思ってからマジでびっくりしたいや萩これさ今私はパートナー迅平ちゃん使ってるからさこう表と裏でできるじゃんなんか質問でレイヤさんが初めてその萩松の2人を押すと思ったのはどこですか？
押すと思ったとこ。そうですね、かっこいいなーって、なんでその推しキャラになったのかっていうか。いや、もう例の2003年のお正月スペシャルが全てです。いやだけもともと単行で原作には迅平ちゃんしか出てなくって、でまあイケメンですね、かっこいいですねってね。で萩原って誰なんですかねってなっとって、満を持してお正月スペシャル来ました。なんかアニメ始まりました。なんか知らんシーンが始まったんだけどね。冒頭からいきなり。冒頭からこれは何が始まった？迅平ちゃん機動回復？これもしかして言葉だけ出てた7年前の事件やってますかみたいな。で迅平ちゃんね、声がねカンナさんにかっこええでね、防護服の説明とかねめちゃめちゃ詳しくしてくれてかっこええなって思ったところのシーン変わって、なんかね、爆弾の横でタバコ吸ってるどえらいイケメンが出てきましたけど誰ですかあなたはね。さあ萩原健二。出ましたね、コナンのよ。そうあれ。不吉なやつですね。萩原健二下の名前がついてるみたいな。確かにめぐる君は萩原君かとか言ってなかったので、萩原健二という人が出てきた。どえらいイケメンが出てきたみたいな。でね、喋ったらなんとミキシンさんの声でどえらいイケメンボイスきましたけどね。でそこから始まるね2人だけの世界。落ちるなっていう方が無理だよ。2人だけの世界一見。なんていうの、爆弾のびっくりしためっちゃ伊達さんの性格からめっちゃ金ピカが最後出たかと思った。いやまあ嬉しいんだけどビビった。うわ最後出たか。いやめっちゃめっちゃうまい。多分これ一番いいねついとったよ、追憶のパラレルの中で。だってみんなが見たかったマシーンですよね。そう、もうみんな涙なくてなしで見れんですよ。白つい。おびっくりした。金縁じゃけさ。でもここにまでゴルフクラブが見えたからね、お姉ちゃんです。いやでもいいよ、黄色はねなんぼ着てもいいんよ。いっちゃんとキッとするのはRP はまだ見慣れてるから僕わかるんですけど、ちょっと白っぽい、ちょっと黄金色っぽいのはドキッとします。黄色の SRP 系は、心臓が止まりそうです。3位来たか。共感もよく。皆さんが無限回収しているカードはありますか？無限回収か。無限回収、いや萩松のカードはいくらでも。意外とない。なんかでも僕はなんか自分の体感で出にくいパラレルはなんか集めたりしますね。なんか2段の何ですか？おお。待って。でもねちょっとねごめん、金縁じゃなかったら先に言っとく。まあ確かに。で待って、ちょっと裏どんな裏か見ていい？はい。待って、ロードあげます。これはこれだけあれ。もう待って、どっちに待って、何のまでだ何のまでださ、どっちが来るみんな行きますよ。こっち行ったらいい？行きますよ。はい。待って、ちょっとここ。よいしょ。大丈夫かな。ローダカルマドスがちょっと伊達さんにそこ。スリーバルローダあります。行きますよ。いいですか皆さん、心の準備はよろしいですか？この辺かな、この辺。大丈夫ですよ。OK です。いきますよ。せーの。すごい。萩のレンガ。ありがとうございます。萩のレンガ来た。出しますね。萩が来た。萩
出ましたね。おめでとうございます。萩だよ、萩。よかったビビった。はあ。そうだ。人生初レンガですよ。人生初レンガ、萩です。何してんの？いや、なんかここに入っとった。どうスリーブ、ぴったりスリーブだったらいけない。待って、一応ね、UV カット仕様のスリーブを。レンガが出たらコミパラ出やすい可能性はあるんです。マジで？なんか僕の体感ではなんかそういう報告結構あるようになってレンガ。コミパラですか？ただレンガとサインはあんまりカートにしょ。人の心がないって。いや、かっこいい。もう2週間ご飯食べんでもいけるわ。これ見とるだけで。なんかね、もう青山先生の書き下ろしですか。もう書き下ろし、だって萩の書き下ろしだって本当一番最初に青山先生とお話できた花送電の時に萩はもう今後書く予定はないって言われてしまったんですよ。その時にいつのタイミングですか？だけど2014年の花送電の時にあの時は挙手制で質問ができて、で、松田君と萩原君爆発物処理班の2人が大好きなんですけどって言った時に先生が「松田が好きなの？松田が好きなの？松田が好きなの？」みたいな。当時今でこそ警察学校組ってもうなんかメジャー級の人気キャラで、当時松田迅平って誰みたいな感じで、まあちょっとね過去の人っていうかでなんかそれで萩と迅平ちゃんが好きなんですって言ったらすっごい驚かれて、で好きなんですけど、今後再登場とかありますかみたいな話した時に、なんか実は松田に関してはなんか担当さんすごい松田が好きで、スピンオフで松田の7日間やりませんかっていう案が出てる。でもなんか組織編との兼ね合いで時間が取れなくて書けなかった。で、もし今後機会があればねって。でもただ松田君はそういう話があったけど、萩に関してはなかったから、多分萩原は多分あれきりだと思うよみたいな感じの話からかれこれ10年。でやさんがレンガ引いたから。いやね。にも好きすぎて警察官を志した話もちょっと面白い。あれも好きや、あれも好きです。でも実際広島県警2回受けてますからね。マジ。そうで、しかも広島県警を2回受けて2回とも健康診断で落ちたっていう。だからその手前の面接までちゃんと言ってるんですよ。なるほどなるほど。で、希望の部署はって聞かれて、機動隊ですってですごい面接官になんで機動隊なんですかみたいな、すごい憧れてる MRP のチュイちゃんのどこめっちゃスポーツカードっぽいけどちょっと赤き難しいんで、使うか不明。なんかすごい機動隊、当時広島県警の機動隊って女性いなかったんですよ。初の女性隊員になられるおつもりですか？もちろんですね。ですごいなんかね、夢を語ったわけで、こんな感じになりたいですって、こういう目標してますってしたのに健康診断で引っかかって落ちるっていう。もう2回連続健康診断で引っかかったらね、もう無理ってなった。そうなんですね。まあ確かにそうなりそうな感じはしますけどね、それはっていう、面白いこの話。そんなに結構インパクトあって面白いです。キック力増強手術。これなんかな。P が見えるということは白のパラレル。後ろ直子ちゃんかわいい、かわいすぎる。このシーンは2巻の同級生殺しかける。ドーンバキバキ。
で済んでよかったね。あんなね、観覧車を前にしてね乗りたいの頬が止まる頃なんだ可愛すぎるだろうね。エピソード0やったエピソード1。そんなね頬を染めることがあるかと思えばね、黒金のサブマリンの時には超かっこいい仕事人になるし、あれだファーおーエチエチジョーディ先生エチエチですよ。エッチなカード、エッチなカード。エッチなカード。いやーこれも欲しかったんだよね、この HH カード。この後ろから爆弾が出てきます。ジョージもういい加減にしろジョージ、出過ぎなんだよ。50分から映画を見るからね。また148バトルを、あ、京極さんがいっぱい出る。京極さんの RP 京極ボックスのよう京です。極博やマジ京極さんばっかり出る。京極さんファンにはたまらん博や。京そのファンには道後何回殴られるんでしょう私は。おあおー MRP の強おー萩松一級入魂パラレル。急にこう球がないけどこれはなんだ熱いけどこれを1枚手に入れてしまうとあと3枚手に入れにいけんくなってしまう京極箱や京極さんいいよな。コンクパールの回もさ、あれ花総デーで出演権取った人がさカードになっとるっていう。なんで萌えなさん萌えなさん。あの人そうなんですか。そうこの人そうなんですか。この人花総デーで出演権獲得した人ですだからちょっとこう普通の他の人よりか厚めにエピソードが盛られてるんですよね。で希望でキッド様に名前呼ばれたいっていうのを言ってて最後にちゃんと呼ばれとるんですよ。なるほど。おばあちゃんの棺の前レイヤさんこれ便利やな。何レイヤさんこれ便利やな。何でもこの萌えなさんはジャンケンに関する能力ないですからね。前のゆずきさんのじゃんけんの関するジャンケンじゃないの。そうじゃんけんじゃなくなったよ最近。そうなんです、便利やレイヤさんレイヤさんはちょっと便利やすげえ。だってとりあえず半分来たけ半分まだあったそう半分いってないとあとまああとまだもう1カードある全然やばいじゃん。やばいのんきにやばいぞ。なんかハゲのレンが出たからそう満足しちゃった。お急ぎで申し訳ない、スパーンおお水浴のイフバラレル。水浴のヒーローですね。みんながこれはイフじゃねえって言ってたやつまあ実際にあったやろみたいな。ちょっとずれてますね、テーマが。待てージョージおおフレアレイの水浴からおおエレナさんとのね非常にエモいカードですね。それも幼少時代のフレアレイのあったかもしれない。あったかもしれない非常に良いカード。フレアレイがいっぱい出るからちょっとお詫びでパラレル化してくれたよいしょー水浴イフパラレル来たよ。おフレアさんおいましたよ。その後ろに松田陣平がいるよすごいコメントで SOS アグロ動画の SOS アグロ使って初めてチャレンジ戦出て初めて優勝しました。すごいおめでとうございますすげえ。あれは非常にやらしい出来なのでそれは RP ってあるんだ。ありますよ。リストにはありましたね。おお、萩松の MR。何枚目ですかね。これ3枚目かな。いいなで MRP が1枚出たですね。なんこれ膨らんでるなんこれいや
いや、わからん。いや、ちょっと、いつぞやのモリモリのなんか厚みがおお、なんか違和感があるパックから出ていなかったね。なんかちょっと今パックになんか違和感がめっちゃあった。なんやろ。なんかね、なんか変な折り目がついとったんですよ。折り目？なんかパックに。でもカードは折れてないんですけど、なんか手にパッて持った時なんかすげえなんこれっていう感じがしたんですけど、なんか、なんなんですかね。古谷さん。あれ？古谷さん、これ3枚目か。おお、RP の出会っていた5人組おー、2枚目？ 2枚目ですね。人の心がないの何枚目でしょうか。開いてねえな、これ。何枚目のジョージだよ、マジで。あ、どこでも防射スベルトの CP。あ、おお、おい、彼女来ました。彼女来ました。おお、ついに彼女来ました揃いましたが。よかった。これで平次君は寂しい。おお、なんかいきなり強く出たけど、レイヤーさんが持ってた。あれ誰が出ました。レイヤーさんが持ってない。レイヤーさんが。おかしいな。おかしいな。このハイペースの。トミパラ来てないな。トミパラが来てないですよ。あ、エリさんの CP でいいよ。じゃあ CP。じゃがです。じゃあみんなやった。おお、ミサオの RP。スコッチのデベ先生のバチクソイケメンなスコッチの SRP も出てないな。あ、励ますなんか僕の箱弱いですね。なんか微妙になんかいったー何が急いでめくったらいけんよ、マジで。キボさんの後ろ、はい。皆さんお手を拝借。はい。どうぞ取る？大丈夫？せーの、はい。萩松の強く言ばられるきたー。おめでとうございます。おめでとうございます。が来たー。このカート良くない？水浴もなんか揃いそうですね。雪の結晶がエンボスで入っとる。あと伊達さんどっちも来てないんだけど、パラレルが。そうですね、両方来てないですね。伊達さんに逃げられてますね。リーチじゃないです。リーチ、どっちもリーチじゃないです。もうどっちもリーチ。おー、これはいい。おお、かっこいいコルーン。コルキャン MRP。これも欲しかった1枚っすよ。いやー、いいな、これいいな、いいな、マジで。急ぎ。SRP 園子ちゃん。京極さんいたからこれでレアになるね。ということはまた伊達さん来ないってことね。渡るは来ない。いや、多分これは録画されてるけど、もうこれが最悪息取ったら大丈夫。そうです。今大丈夫です。ちょっとね、ちょっとライブ配信止まったり消えたりで、申し訳ない。ちょっと振り回されて、ちょっと見る人なんか一気にごっそり減ってしまった。はい、だよー。言ったらー、来たはい、今ある。ー。美しい。いいねー、たまらんねー。ハギーの後ろはなんかピカピカしとる。バーボン2枚目だね、バーボン。
即で笑おらこれさあ皆様お手を拝借いきますよせーのほいこにこれう。すごい素晴らしい。イヤホーはあ全員揃ってるよ。やっぱレンガからこれから出やすい感じがしますね。なんか藍色の宿命から。いやーコミカラ出てくる。ありがてえからのじんぺいちゃんからのみそRB が出てこんなやつにあーいいだよお追憶パラのヒロ。おーヒロ追憶パラ出ました。なんか何ビビ死ぬ玉だって。いや袋の中に1枚残ったから残っちゃったってバッて引いたら入ります。おおびっくりした。素晴らしい。心臓が止まるかと思った。すいませんなんかめっちゃギラギラ光っとるのゴール。おー初めて出たよ。おおなんで緑と白のMR どういう状況？謎のシチュエーションのどういう状況？みんなが困惑しそうでどういう状況って？急に組めてんじゃないかな。あ、謎のシチュエーションのカードを僕も出ました。謎のシチュエーションカード。みんなが困惑する。確かに。9時50分までに帰れればいいんだから朝はむしろ逆にこう行きやすい。まあ。で途中でエスパポって帰ってくる。なるほどなるほど。途中で帰っていってエスパポって。あれそうですね。たまたま。全然流れになると思います。いいよで私時間になったら。おおスコッチの SR。おお。爆イケのかっこいい。だってこの欄でさスコッチの成長ヒロの成長記録が見れるってみんなが言っててちょっと面白かったよね。じゃあとりあえずあれかなんか1カートンからどれだけのものが出たかっていうのを確認した方が。レーサーカードも終わったんですか？カード終わった。あ、そうです。はい。で僕が最後ですね。マジでなんかすごい、それはスコッチは嬉しいけど、なんか敷がないな、敷もこれからもないっていうのはちょっと寂しいな。エンターテイナーだけ最後なんか来るんじゃない？最後サインがただのニュースでした。でもまあちょっと嬉しいかな。MRP のキャンティ&コルンっておーキャン。僕はこんな感じ。こんな感じです。こんな感じ。僕はこんな感じ。なんだ8、9、10、11はあれMR に関しては映像銀白とヘイジ&キッドが2枚ずつ、他が今回の段で登場した MR は3枚ずつですね。SRP 以上はなんとも説明が難しいですけどダブりはないですね。カートンで買うと今回は結構珍しい。なんか調整してくれた感じはしますけど、青黒のラン&ベルモットの今11、12、13、14、15あれやっぱりなんか大変なんだけど1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15もう一枚16台とおかしいよね。それでは1ボックス開けてない？なわけない。多分それは分からんですけどこの箱は SRP が新一でした。新一くんの SRP 新一どうやって使うのやろ。残っちまってるでとかそんな系やばいねそれ。それはそんなことあるかな。でもちゃんと見ながら開けたよ。ですよね。
うわニューヨークの事件の RP めっちゃ出るやん。よく出るな。いや嬉しいんだけど、で R が一緒に出る。マジわからん。マジこれ違いがわからんのですけど、違いがわからん。違いが分かるように一緒に出るんじゃない？ヒロの追憶パラ。おお。あれ出たっけ？もう何回も見たけ、さすがにここにあると思えんのんだけど。今回の配信で多分最後の箱です。最後の箱。これでラストです。あったーMR とうとサインが出ますように。あとはなんだっけ SRP 以上の人がどっかにおる。あれ宝探し。宝探し。あエンターテイナー？まあちょっとエッチなちょっとエッチなかったな。何だったでしょうか。ランベルですね。見逃してたそんなことある？大変なカードを見逃してたよ。そんなことないでしょ。どういう見逃し方がでかすぎて。何なんですか。いやトロットルじゃないですか。トロットルじゃないですか。本当だよ。あんだけ渡るがポンって言われたのに、はい、最後のオチが SRP 伊達さんでした。どういう見逃しがでかすぎて。あれよ。追憶の F パラレルは全員揃った。あとは一級入魂パラレルが伊達さんがおればいいですね。何より覇気のレーンから引けたのがもうね、でかい。明日ここのサインをね2枚引けばいいけんね。いやサイン2枚引いてレンガも引いたらいいか。伊達さん並べますか。完成させるとりあえずちょっと今お借りしてちょっと待ってね。ちょっと一旦これをじゃあ伊達さんをお借りします。こんな感じ。ちょっとスリーブがあるけちょっとうまく見える？でこれね。だから多分カートン調整されてますよね。だけど3枚以上は出んようになっとるんかな。じゃけ全色揃ったってこと？まあ2枚で2種2枚、で他3枚っていう僕と同じですね。まあその何しろ一緒っていうのは4種3枚の2種2枚ですね。ということで、バランスいいね。まあ割とカートも開きやすく手出しやすくなったということで、ですね、ということで今日の開封終了です。ちょっとね、1本しか開けれなかった。ずつしか開けれなかった。ちょっと明日延長戦でやります。九州のモリモリさんも来て。3人で開けます。3人とあとタムタムで開けるんで、ちょっと今回僕だとレイヤーさんだけちょっとね2人でやったからだいぶバタバタして、ちょっとねいろいろ手間取ったから効率が悪かったのと途中ちょっと配信が何回か止まって申し訳なかったです。ちょっと慣れてないもんで。ございます。ですね、先日昨日のライブ配信で2カートンずつ合計4カート開封しようと思ったら全然時間が足りんかった。5時間やって1カートンしか開けられんかったっていうんでちょっと延長戦でまた集まっていただきました。レイヤさんとあとねなんか見学人としてモリモリさんが来てます。こんにちは。おはようございます。まあ手伝いとして。今日はギャラリーがおるけ、はい、楽しい。でまあもう僕らは1カートン開けたんで多分そんなにテンポよく開けていくんで、まあ多分開けられるはず。1カートンこの時間内施設5時間ぐらい借りたんで開けられるはずなんで、まあとっとと開けていきましょう。特に多分トークもすることがないんでではね2人とものサインが欲しいとこではあるんだけど、とりあえず迅平ちゃんのサインかレンガか萩とねお揃いにしたいから、というわけでなんとモリモリ氏から供物の焼きそばパンを供物のソース焼きそばパン、迅平ちゃんの大好物のソース焼きそばパンがちょっと捧げ物として
進呈されたので、これでちょっと仁平ちゃんを召喚したいと思ってバトルをしに。カズハの SRP。おおお全然いいけど。なんもなしに MR 抜いとね。もうなんか週一アムロはなんかまあっていうまあいいや。必要なカードではあるけど、赤木デッキにおいては枚数はそうあるんで、もうで SRP 抜いちゃったんで、もうあと出がらしなんで。出がらし言うの MRP 早いな。ちょっともうちょっとまだ開け丁寧にできる。そうそう今日初めて見る方には一応解説させていただくので、私が下から開けてるかっていうと、この上からね、こっちか、上開けるとハギの頭がちょん切れるっていうねそんなことはできないっていうので下から開けております。ビッグ大阪のコンビが出ました。肥後さんと真田くんがサッカーデッキな。昨日映画見て帰ったらもうめっちゃ遅いやつだけ、家帰ったらもう12時回っとって、で今日ね急遽こっちに来て残りのワンカートン開けるっていう系制服洗濯かけてからなんやかんやしとったら、結局寝たの30分だけっていうゴミ箱してるとこやな。ノーマルゴミ箱してるとこや。早いんだけど、ちゃっちゃ開けてかんと。ちょっと待って、マジでね、脳みそ新商品のモンスター飲んだのにまだ頭が回ってないっていうねおサッカーデッキ作れってこと。おいいじゃん。この一箱引いた人はもうサッカー組むしかない。サッカーじゃん、サッカー。でも大滝さんも出てます。大滝さんも野球に来ます。野球ってデッキある野球デッキはないから。長嶋茂雄と稲尾和久のわけのわからん緑感作ったらいいかもしれんけどおもろいかもしれん。さあとりあえず開封、なんかねちゃんとタイムラグがあるけどね見えるのよね。なんとなく上と今日も結局手袋せずにカードが前回トゥルントゥルン全て吹っ飛んでったっていうことがあるけこのままいきますね。さめっちゃ出るんだけど爆弾ございますね。マジなんぼ出るんこの人。めっちゃ汗が。プロサッカー選手脅迫事件の RP？ マジで分かりにくいやつそうなんです。いや自分でスリーブ入れんとレイヤーさんに合わせれるのってペースあれハギだよー。ハギだよー。この C でも紹介するからカート5時間あってカートの歴一つしか開けられんっていう非常に効率の悪い。荒出先生の CP。結局どこまで紹介したらいい？まあ準備大丈夫多分今回もうカートが開けるんで1カードしかないから多分開けれるはずなんで、ね、普通に C でもはしゃいでいただいたら大丈夫です。それが4つだけ分かる。そうめっちゃ汗ダバーなっとんねん。CP とかスリーブ入れます？CP と RP は別にかな。RP までRP はそれなりに結構もしかしたらもう共に出てくれっていう依頼がRP は結構僕の中で貴重だから。だって加工がわからん RP まあ一応ねとはいえ。よいしょ。サッカーさあだいぶサッカーによります。サッカーですね。サッカさんー頑張ってサッカーが作れる。とりあえず10枚ですね。絶対しんいちくんの SR 絶対とは言えんけど10枚。昨日ねこうやって近づけとったらなんかほぼほぼカードがピンボケしとったけさ、なんかあんまり近づけん方がいいんかなって思うんだけど、でも人の心がないそうですね、今マットにピントがあっとるんで、オートフォーカスがその期間飲んでなるほど。あんまりでも
テンションがわかるんでいい。テンションがわかる。似てるぞっていうそう感じが。テンションでやっていただければ。うん。あとはね、なんかこう、お、あ、す、こっちー、来たー。もう初だよ、初、どえらいイケメンの、イケメンになった。ね、ミサオと川で遊んどった可愛い子がこんなになるんよ。とりあえずなんかこっち、たちまち置いとくわ。あと、大丈夫。うん。広島弁が出てますよ。でもね、昨日の配信もなんかちょっと振り返ってみとったらね、バチクソ広島弁じゃなんで。広島弁の。雰囲気で指しましたけど、たちまちはとりあえずみたいな。あ、そう。居酒屋行って、あ、たちまちビールでっていうのが、広島弁です。やった。持ってないやつや。最後。おい、逃げた。最後の一枚。最後の一水枚。浴バラ、水浴が一級入魂か、一級入魂のクリアレーおール。取れました。やった。初めて感情が出てます。感情の。よし、じゃあこれで2箱目、とりあえず袋開けました。カード出します。からのそろなんかこう眠い頭がカッてこう覚醒するあれジンのカッ赤いがそれで目を覚まさないから。そう麻酔銃コラに撃たれていやん映像界でジェスチャーやっても何もわからんって見とる人は。でもさ、あれジンさやばくない？だって自分でさ、その腕パーン打った後にさ、煙突降りてきてさ、ディスコ殺しとんよ。元気すぎるよ。このさりげなくどこがまた来るぞどこ？じゃあ映っとる？大丈夫？いきますよ。せーの、はい。おお。揃ったよ。来ましたね。一級入魂揃いました。やったー。揃った時のリアクションの違いが。何あ、もう MR 見えてしまった。励松一級入魂やった。ずるい。焼きそばパンが先に来た。焼きそばパンが先に来てしまった。沖田くん。でかい。これなんかもうさっきからね、もういろいろ混ざっとんよね。こうやって混ざっていくから後でわからんくなるんよ。涼しいかって言われるとちょっと。最初の入った時のサウナかなっていう、あれに比べれば全然人ってね結構限られてくるから。まあ、いきなり萩松の水浴雪のなんだよまあ嬉しいんですけどちょっとねやっぱレンガサインコミパラが欲しい。 MRT 来ちゃった。使い分けだな。普通に方言としておいとかおいとかでもニュアンスで使い分けたりすジョージの板場作ってからあれでしょ、二種混合の爆弾でドッカーンするんでしょ流しとったらもう一人の爆弾犯の方が水浴披露おおしれっと出とる。一級入魂披露もう一巡するんじゃない？一級入魂いっぱい列ができるそのね、犯人から入電した時点でこらめっちゃ殴られる。次の海外マスターズはどこだと思いますか？僕の勝手な予想としては去年10月に台湾の探偵マスターズがあったんで10月またイケオジだよ10月遅くとも10月にはやると思います。台湾で誠さん頑張って。
で噂によると台湾探偵マスターズ前倒しになるかもって噂が出てるんで、まあなんか9月とか8月とかやるんですかね。8月だと急すぎる感じはしますけど、さすがに8月はないんだよね。1ヶ月切ってまだ情報も何も出てないっていうのは。いや結構やったりするだって僕前のなんか見えた。待っていやん待っておりますなんかすごい今めっちゃキラキラ光る人がおって。嘘だよねこれだよね来ただよねこれ色が違うだよねこれ色が違う来たこれあれだよねどっち待って出た。でもナタリーさんじゃろ。赤いが毛利小五郎工藤由紀子はここちょっと待ってください。見えますか？大丈夫。どうこっちです。そう。いくよ。待って今めっちゃ動機が映ったら大丈夫？もうちょい。こっちか。そう皆さんよろしいですか？はい心の準備はよろしいですか？はい。いきますよ。せーの。すごい。待ってどこここジンベエちゃん。すごい。ジンベエちゃんのサイン。ジンベエちゃんのサインですよ。こういうことはプロに分かるの。ぴったりスリーブとローダーはあるんで。そう手の震えが止まらない。手の震えがジンベエちゃんのサイン。ちょっと縦か横横のぴったりの入れやすいけど縦怖いから。どうしたらいいですか？僕レーサーが入れる釣り入れてもらって入れます。こっち向け。ジンベエちゃんのサイン。手が震えて入らない。出た。ゆっくり入れてもらってよ。初レンガは萩で、初サインはジンベエちゃんです。待ってこれ。スタッフ大統領の水にはめてもらって。ほんまに震えが止まらんのだけど。焼きそばパン。ありがとうございます。焼きそばパンのおかげですごいところに立ち直って戻ってジンペイちゃんのサインカードにはこちらの焼きそばパンをこちら皆さん焼きそばパンこちらが効きます。こちらの焼きそばパンが効きますからこれですこちらこれを捧げるとサインが来ます。すごいね。ジンペイちゃんのサインだよ。レイさん固まったから。いや、でも固まるでしょ。いやねえどうしよう。マジ今日帰りさ JR 乗ってジンペイちゃんのサインですよって言いながら乗った人がびっくりするね。どうしてどこに置くとここ？どこ昨日ハギここの辺に置いてたけど。大丈夫です見えます見えます。大丈夫なんかどっか見えやすいところに。奥に映ってるのが見えます。やば。いやカードボックスアルパーク店様ありがとうございます。今両方ともレンガもサインもアルパークの方が出てるからねこれマジで。
本当これ店長さんに菓子折り持っていかなきゃいけんよ。次の時ほんまにマジ菓子折り持ってからほんまにありがとうございましたってとんでもない量のなんかうつぶき団子ってやつだっけ。そうそう鈴木公園の味んぺいちゃん。いや初サインが推しの片割れってもう最高すぎるんキだけど。ャンコルいいカードなのに MRP ちょっとねはいハギだよ。キャンコルがいやーすごいですね。エンターテイナー的にはね一番最後の方がいいんだけど私はこれで心穏やかにとりあえずですね。そうなぎのいやでもサイン出たけどもしかしたらねミラクルカードでもうレンガとかねサインとか出てくれるかもしれない。4も可能性もある。まあ、あんまり見たことないな。サイン2カード。サイン2カードであんま聞いたことがない。サイン出たらコミパラは割とサイン出てコミパラあったかな。結構強い上振れな。でも出る人もおるか。出た時もあるか。うん出る。出てくれコミパラ。頻繁にってわけじゃないけどっていう。でも確率は高いはず。でもなんかねすごいなんか開けた瞬間めっちゃなんかギラギラする人が一枚おる。なんか異様な光り方があるけどでも分からん。黄色いツあるとはまた違う。でもちょっと裏返してみようかなって裏返したらこれはちょっと色味が違う。ちょっと色味が。裏返しは正解です。幕裏から見ちゃうともうこの瞬間なんで。そう。水浴のフルやれ。おお。エレナさんとですね。パーン。お。ダメだサインの前では全然盛り上がらん。いいカード盛り上がるよ。せーのスパーン。おお。やっと彼女が来ました。よかったね京極さん。彼女来たよ。割と来るから。もう伊達さんが見えてしまったんだけどここ。先輩英語講師ぐらい。会社の上司ぐらいの関係性で。それでその関係値でそこまでそうまあ一応なんかルーツが恵まれない境遇やったそのナタリーさんとちょっとシンパシーがあったっていうのはあるけどにしてもすごすぎんっていう。あやったランベルおお HH カードイフパライフじゃねえ多分ねベルモットもね多分応援したいと思ってる新一のことを本当はこうやって応援したい。あざみおこれははい全国のなんだっけ全国の爆弾ハンファンの違うよ全国の青少年の皆様はい出るイエーイ強そっちの箱強すぎこっちが強いと思って引いたの。11です。ジョニー先生の両親をベルモットが殺したんかな確か。で家も燃やしくる説じゃあみんなであれですね揺れる警視庁1200万人の人質の話をしたらわんさか萩松が出てくるんじゃない伊達さんの小山俺のエピソードバカにするなまだ引きずってるめっちゃ何回も殴られるんだけど何ですかねうおーMRP このどういう状況ボールにトランプぶっ刺す。なんかマジックカイトの中でホームランボールが欲しい男の子にこのボールにカードカッて刺して男の子の頭上にポッと落ちてくるようにするシーンはあるんだけど最初らへんそう知らない。男の子がねなんか劇に参加する予定やったんですよ本当の予定やったら、だけどなんか急遽新一が国営にしなっとるからでもそうややこしいそうああやった声パラで決まりました感情が戻ってきたびっくりしたなんかニョキって萩の顔が見えてきて青山先生の出たすごい綺麗強くのイフ飯屋さんは
全部もう出しとるんか。全部出しそう、とる全部追憶も前カ一ード出しとる級入魂も揃っております。大きいから。あれが嫌いなんですよね。能力ですね。おおおびっくりした。おびっくりした。ですね、パートナーですね。おケツパートナー。もしやケツパートナー。もしやただ色は同じやから、まあ茶色ですね。茶色いやつですね。どっちどっちどっちでおおはいです。あ、いいじゃん、萩間揃って。そう、古谷さんがいないと警察学校組の出来回らんってみんなが言うけ、古谷さん大量に出てくる。人の心がない。あ、眺めてる眺めてる中身チョコ。眺めてる。イラストとして珍しいから初めて見たイラストやからイラストとしてなるほど。このイラスト普通に出るんからそれでやらし開けよ出がらしひどー。ちゃんと良くない。ピノが、おお、萩。そうサイン MRB コミパラとかかなに加えると、そう SR がヘッドで待って、今 SR は2枚来たよね。じゃあ君は何台？おおお。おおお。幸せだね。後ろがさ全部ハートになってるのが可愛いよね。デートとかじゃんデートデートだってデートデートだって。いやマジでこっからサインとかもう一回レンが出るのは結構珍しいからコインパラがまあコインパラ多分でいいやろうな一周やしおおやったスコッチの SRP ですおースコッチ SRP でかいでかいですかあ残っちゃったよ。ビョン。おお残っちゃったよがすごいのが残っちゃったよ。いやね。2週間しか艦隊時5段環境が2週間しかなんとなんということでしょで普通のボールと花火ボールって2発装填しとるってなんかそんなおおエッチなかったエッチなかったう。だからその子ちゃん。 2発あるって分かってうん。なんか2発その子か。 2発あるそうあのベルト2発入るんや8点だってベルト1000多分。王子様熱湯甲子園。1000か1000かなあれだってこう、また爆弾犯出た。ほい。実は黒集める方が大変やろ。そう行ったらなくなってたっていう全部。でもいや主要キャラかそうじゃないかでだいぶ差が出て、だって50歳キャラで、見た目がおかしいのはメアリーセラ、縮む前のメアリーセラ、ああ確かにあれ52。縮む前で。だってそれは赤井さん産んで中吉産んでセラちゃん産んでんだよ。はい。おーなんかおあったお黄色かせーのおお待って強い強かった。サイン出ました。コミパラも出ました。出ますねやばい。そんなことある？ありますよコインパラはありますよおまけでシク上振れの方。そうシクと一緒に出ますよ見とったらどうするあ、サイド、とりあえずサイドをいただきます。ラストありがとうございます。これはちょっと保護しとかんとね。違うの、マジなんかテンション爆上がりした。マジで裏チラ見はあれがおもろいんでおや追憶のヒロですね強ヒロでもいいカードですけどサインではないですね。ただなんとなくあれなエチエチ当たりじゃないですかエチエチうわー爆弾っぽい。ペルシェリ追憶揃った。追憶パラは揃っとるで、伊達さんは前のカートンで出とるからまあ
4枚も揃っとるからまあ、はいはで今回カートンで開けたらやっぱり SRP 以上はかぶりがないからやっぱカートンは開けやすい。ああ、はははは。MR もやっぱバランスよく。MR も多分MR のこんな感じだね。3枚4種の2種2枚こんな感じで割合で出ますね。ああ。いいですね。箱買ったらじゃあもうデッキ組むことにはカートンがいやカートン買わんでもバラで買って早いそんな10万近くで遊んでいいから事件かパートナーで分けてで6枠と事件パートナーで分かります。でパートナーとかは混ぜていいや。パートナーと事件はすごいコミパラがめっちゃすごいコミパラが上振れとる。やべえ。いいとこ引いてる。ど熱いですね。っていうことはサインが来る可能性が。まあ同じカートンからサインっていうか敷くですね。いいとこすっぱ抜いておけば。あと2箱あるけ。そこからサインサイン来い。敷敷が取れとったら色が分けられた。ハギのサイン。大滝藩。いやでもこれは普通に SR。おお。HH。ということはサインはもう来ない。確かにサインはもう来ない。ちょっといいっすね。 HH。さあここから萩のサイン。心臓止まらんかったけど大丈夫よさっきの。そらーってなる。人が死んでる。ここにジンペイちゃんの後ろになんか光っとるのがおるけどなんかね。うわーそれかけどなんだろう今じゃないマイス的にボックス的には1カートン分剥きましたですね。でも4ボックスの中からゴミパラが1枚出てきてくれたのは結構良いのでは。結構でかいですねそれは。このカートンには果たしてレンガが入っとったのかサインが入っとったのかいやーでも昨日剥いたカートンから一体何枚のジョージが出たのかっていうのをちょっと昨日帰ってからねジョージだけを23ジョージということでお疲れ様でした。以上です。お疲れ様でした。ありがとうございました。今からちょっとこの 5ボックス開けるんですけどこれは対面のモリモリくんの5ボックスモリモリさんですね。なんかサインが出たらあげますっていういかれたこと言うんでぜひサイン当てようと思います。サイン以外はあげますの方が分かるんですけどサインをあげますって萩のサインやったらでも迷うですね。そうレイヤーさんに今そうだったらあげてるからレイヤーさんにあげた方がいいかもうずーっと午前中も指くわえて待ってましたし昨日もこんだけで我慢よって言いながらなんか欲しいのはあるやっぱキッド身代があんまりテンション上がらんとか言おったけどいやまあでもその持ってないといけないっていう気持ちはあるんですよね。あとでも K 組も組もうとは思ってるんで、K 組と何ですかねニューヨークですかねニューヨークの時期あれは組もうと思ってるんでいいですね。いいですよそのまんまで後でまとめていいはいおスコッチおお、はい、いい SRP でももうこれやべやべたやってないここから思わないのか出がらし作り入れがらし専門でも千早さんとかちゃんと必要なそうなびっくりしたでもこれ分かった熱いですかちょっと熱いイエーイコミパラやったーコミパラ出てましたやったいやーでもいいスタートやなコミパラが出たから
コミパラ出たから割とこのカートンが同一やったらあれが入ってるレンガサインが入ってるって言ったらちょっとでも近くの店っていうだけでそ5店舗で2222ですからね。ミサオじゃーんうわーおじが出ました。おじ劇を組む予定はないですよおじね。 MR があ、これは P フルやね。いいっすね。イフ3ウーマンってことは6ウーマンってことですか。あ、そういうこと女が2回熱っ。あ、違うのが出た。あれだ、レアさんが赤木の MRT や。いきなりやめんのよっていうの。あ、なんかやばいな、キラキラしてるのが。あ、これは一級入魂っぽいな。こっち。ほい。おー、フルやレイ。いいっすね。一級入魂。MR 早いから。あれ、緑白もあれですよね。フルパラ。お、当たり。ランベル元の MRP。おー。高いやつ。高い。組まなきゃいけないやつですし、ちょうどいい。なんかあ、いや、これは裏違うんですかね。あ、違う。残念ながら。ああ、いきますよ。はい。茶色い方ですね。はい、ハギ。みんなハギ出すやん。あ、そっか。みんなハギ。レンガ出たからいいんじゃない？この箱も。でも、あれですよね。これはバラの希望。いくらでも何でも出る。こんなんで。おー、でも、レンガでかいですね。レンガでかい。でかいとか、そんな中、ぬるくでかいっすねじゃないんですよね。結構、わーもんでしょ。そうさみんな出しとるからあれハギって結構出やすい。ジミテンちゃん出にくい。そんな寄り方あるんですかね。あるんか。さすがにレンガは一回すぎるよ。シークレット率高くない？キツナさんがほらこうなってシークレット出すやんポンポン出すやん。一級入魂ヒロ。おー、いいしか出ない。10箱負けで足りてない。いや、そのなんかみんなカートン見て、あ、なんかあと1枚足りんなとかそんなんやないよね。あ、これなんかだ SRP っぽいやつ。あ、MRP キャンティーコルになった。当たりじゃない。あー、なんかとんでもない偏りをしそうですね、 MR が。刺激が足らんわ。もうコミパラとサイン出て刺激が足りんはもうやばいでしょ。いやー、やばいな。僕も物足りんって思いようのやばいな。やばいな、これ病気や。末期症状。レンガでとって物足りんって言いようやつやばいっすね。やばい。コミパラも出してとりあえず、はい、以上ということで以上です。好きにあげてちょうだい。で、そこにゴミ箱あるっていう足元に。トレカバースさん。でも我らがさ、サイン引いたことあるのって純宝トミーしかないよ実は。そうなん。地引きは買ったのはトレカバースで買ったりもするけど。トレカバース初めてやないカートンで買う。まあ初めてだから分かんない。出るかもしれない。あとりあえず私はもう TSUTAYA では買わないって決めました。私はだけかなと思ったら X で結構いて、で3の SR。なんか結構 SR も黄色くてさ、やっぱりレイヤーさんたちも言ってたけど、縁が結構キンキラだからさ、ちょっとあって思う。上位リアリティっぽい。ヤンコルの MR。もうこのカートン開封ではみんな開けまくっている。はい、今更感がもしかしてあるが、私にしては初。で、加工がいい。結構いいね、加工が。加工がかっこいい。なんかいいですね、これは。渦巻くような模様が入ってる。よかった。もう慣れきった体勢がつきまくった。まだ新鮮。あ、お、
RP のお姉ちゃんだ。コナカ界のコナカじゃないコナンの一番胸がでかい人は千早さんって言ってるのが気になった。SRP が出てないからあと1枠よね。9よね大体。で10。10か。10なん。じゃあこれっぽくない？キラキラやし。SRP っぽいけど。ああこれはその子だ。その子だ。いいね。かわいい。ただ SRP が出たらこうやってちょっと拡大するなんか真新しさがある。おお。味が押しこれは MR かな？ああ。萩松。松萩じゃないよ、萩松だよ。大事なんですね。間違えちゃダメだよ。そしてこれが多分 SRP なんじゃないか。この放射線はおじいや。おじい。なんかこの流れさ、売っちゃいけんけどさ、ツタヤの時と同じ流れでもでも結局古畑めぐみでよくねってなっちゃうからビッグジェール回収できから取れる。来た血が巡り出した。いや私これだこれ。血が来た。これがないとダメなんだよ。いやなんか今もう私さ、おお来た。やば。どうしよう。血が巡ってきた。これがないと。そうこういうなんかさもう仕事終わりで非常に今テンションが低かったのが今クワって来たー。これだよこれ。来た。これがないと。これがないと生きていかないんだよ。3ボックス目ボックス目なんか早いね。エンターテイナーじゃないじゃん。でも私が弾くのちょっと珍しい。珍しいね。トレカバーさんちょっとだけでも疑ってすいませんでした。下から行く。だからこの時点ではまだちょっとわからん。まあ ID が分かって覚えてたから。そっか ID 覚えてない、覚えてない。さあどっち？青山剛昌。青山。違うアイコンで分かるかもしれない。アイコン。おプロ来た。どっちなんですか。プロですね。まさかレイヤさんに追いついて。おおやりました仕事頑張ってきてよかった。でもいいけどこれなんかレイヤさんと仲良く同じ感じの引きになった。そうですね。いやまあなんか序盤がさなんかやばいいやちょっとこれ写真撮っとく。やばい顔がやばい。なんかだんだん出てなかったドーパミンが出始めて。ハンターハンターのあの子みたいになってるよ。やばい。怖い。この人がたまに見せるこの目。青1位取った時の目。青1位取った時も多分こんな目だったと思う。記念写真撮る時です。いやなんか青1位のねカードと一緒にせっかくだから私取ってあげるから一緒にカードと一緒になんかこう笑顔になりって言ったら目ひんむいてさいやこれ人に見せられない。失礼な。愛するダーリンの顔を見せられない。これは見せられない。世に出してはいけない。いやありがとう。いやでもねなんかレイヤさんもさお百度参りとかっていうかハイウェイのね打点史を見ることでお百度参り代わりですごい念じてきてたけど私はもう神社行ったもんね、夜に。レイさんの後に弾いたら楽やから。レイさん先に弾いたら殺されそうやから。でも私はさなんか私はレイヤさんがいいの弾きますようにって言ってさ、このみるみるの中の人は
俺らだけ引いてレイヤさんだけ引かんっていうのはなしでよろしくお願いします神様にお願いしてなんか買うならトレカバース。コランカード売るなら買うならトレカバースごめん疑ってごめん。でもレイヤさんは本当にすごい。だって刺激が足りないよ。飼育枠ってこれあれだエロいやつだ。ふふ。いやトレカバースさんの箱はやっぱいいね。ステマや。もう次から一カートをしてもろ出しマーケティングで。でもうちの動画トレカバースさん結構登場してるよ。そう。トレカバースさんでそう SOS アグロを組むと何円になるとかだし、福袋もやったし。福袋10万円福袋当時なんかそんなにアドじゃないとか言われてたけど今やめちゃくちゃアド。そんな数で声を上げるな。でも私にしては初めて。でもこれ目でかくなりたいだけ。ガチでさすごいあれだね。なんかこうやってギャンブル中毒っていうものは生まれるんだな。いやーそうでしょうね。なんか引いた時だけ目が輝く男が生まれてしまう。そうそうなんだ。そうなんだ。でも絶対やりそう。瞬間やべえの。でもさすがにトレカバースさんから2カートン買ってさ2カートンともサイン出たらさ多分仕込みよ。これなんかめっちゃキラキラな感じ。水浴じゃない。水浴パラか。やばい。もうなんか私は初めてなのにでもこれコインパラだ。伊達さんの頭頂部が見えた。わーい。いやコインパラはねやっぱりね欲しい。ちゃんといいですよね。ここが絵がいい。でもダメなんですよ。でももうコインパラじゃ満たされない体になってしまっている。シクが出たらコインパラ一緒に出るからかと、出る確率が高いから。これがやっぱりセットみたいな。あとどうでもいい。じゃあもうやばいもう目がなんか目なくなるよ。もうどうでもいい。カイジの世界の人やな俺。実際さ今回さ100ボックスぐらいみんなで100ボックス以上か開けてるからうちが4の100超えてるからさそれをさバカ正直に全部流したら大変なことになるよ。16のこれがレイヤさんが頭が切れるって言ってたやつか。レイヤさんと僕らでまずカートンが6やからまずこれで96あってうちがバラ5箱やってレイヤさんが3箱ぐらいかな。これ10箱やから10すごい。なんか絆さんたちとカートン開封した時にいっぱい開けすぎてて引くわとかコメント来てたのに、もうぶっちぎっていくわ。コメントくれた人元気引きすぎて映像見れんこなってやっぱりトレカバースさんだね。コナンカード買うなら売るならこれがまずやっぱりトレカバースさんですよ皆さん。マスターズの翌日行列ができてるよ買い取りでもさよくみんなさ苦労して手に入れたカードそんなすぐ手放すつもりになるよな。でタイトル取った人はなんか交渉しよった4位賞はピッて手放しお小遣い感覚ですごいよね。 1,2 万当時ね今だったらもっと高いけどちょっと上がっとるけどそれね頑張って4勝賞取るよね、私にしてみれば4少々って得難いものやけね。少々は本当に手放せない。日本でマスターズ入る的な1月かな、多分来年1月こんな感じ。コミパラがちゃんと出る、サインも出るしコミパラも出る、素晴らしい。やっぱりトレカバースさんはねで SOS アグロのデッキレシピ公開した後もすぐ値段上げてくれたから非常に見てるかね見てるね。そうトレカバースさん。そう同じなくなったん在庫。うちなんか結構あるけどまあノーマルはねあれなんか CP 出にくかったけどあれそうなんか結構見るの中の人が低い CP をなんか個人的に出にくいなと思った CP を集めるっていう趣味があってそうあんまり普段カード欲しがらんのになんかこの順位は出にくい系欲しいとか言ってちょこちょこ買ってたから当たり人よりはあるよな。でもなんかここ数日あれが入ったデッキがすごい優勝報告が多いやっぱりね。まあ手札は減るけど強いからね。どのカードでも使える、どのデッキでも。むしろ黒で使わない。そう黒で使いづらいよね逆に。でも絆さん
たらさみんなでなんかいじるみたいなのが伝統芸能になってしまってすごいもうなくなっちゃいました。木村さんをさみんなでわーわー言えなくなったっていうのはで今回の段に限ってはさレイヤーさんに対してさ、レイヤーさん見てるそうそうサイン出ましたそうレイヤーさんに対して煽るなんてそんなことできないからしやろそれは多分それはさすがになのに木村さんだとなぜか許されると思っているのがちょっと申し訳なよくないよ。いよくないね。でも木村さんガチで私もレイヤーさんもサイン引いて木村さんはイエーイ木津田さん見てる見てるひどいだけどなんかジョディ先生だこれまたエロいカード来たよこれエロいよねこんな高校教師おったら絶対やばいから精通するかもしれない。なんかそういうこと言っちゃいでももうみるみるの中の人にとってはもうこの箱は編集でカットされるはず。わからん。キンって言ってもう最後のキン一番ドパドパするだって上振れでもう喋れればいいから。だって全部からサイン出るかも。この古谷さんですらなんか端だけ見たら一瞬サインかよって思うよね。もう見慣れたから一発よ。わかるこの色合いはサインではない。なんか端だけ見たらさ割とでもちょっと違うんだけど違う色合いが違う。慣れないうちはどっちもサインっぽく見える。素人見る。でもいつも叫ぶレイヤさんが意外と本当に叫ばなかったのが私は意外で。裏返った。裏返ったそうよね。なんかテンションが裏返った。声なき声みたいになっててだった主人公がやるやつやん。痛い。でもこれで意識を失わずに済むみたいな。それを日常で伊達さんのイフパラがおお。これいっぱい当ててましたね。はい。そうだ。でもこれ普通になんかめっちゃ強いから使うからね。素晴らしい出方を追っとる感じだけど。さすがにあ使われるかどうか。新一の SRP 球技嫌いだからさあんま嫌いとか言わない。嫌いって目の前に好きな人。あそっかそうやったはい球技が得意ではないのでなんかこうあんまり得意じゃないから体育とかも得意じゃなかったから球技がテーマって言われてあまり心が躍らなかった派でも絵がめっちゃいいから急転換する。いい絵がすごいあるしフォローの仕方が無理やり。いいねミサオミサオちゃんとこれも球技水切りなんかこれも球技だったらねまだでもよく水が切れるやつは平べったいやつやからそう、9じゃないけど。どんどん極めていくと9じゃなくなっていく。 9じゃなければないほど強い。そう足りないよ。本当にじゃ中毒者危よねえ。私あんまり効能読んでないんだけどさ効能って言い方がね効能効果の効果ことを私効能って言っちゃうんだよね突然アクティブ時間だから今1時間1時間半今1時間。半40分を強く。あおお。いや、違う。やばい。でも私としてはわーいって感じなんだなんか他の2人の顔がしんどるこの後告白したんでしょうかね非常に素晴らしい。作り込んだやつら。ジョディ先生のこの文字が浮くやつに動画残してるちゃんとアホみたいに見ましたね。これ出てくるんですよエンボスで。エンボスでシークレットメイクさうまい。いや私も4連マグネットローダー家に買ってるからさ4連あるんじゃん。4連4連あったのね。4連ネットで買いましたキラキラが欲しい。キラキラはいっぱいあるんですよ。前半でサイン引いちゃったからねキラキラが足りないよ。あダメかなーっていうところか立ち会いたかった。なあれはやばかったし大体うち深夜におこっちやっぱトレカバースだねおお。皆さんかっこいいね。こんだけ言ったらお金くれんかな。当たり3口じゃなさすがにみんな手出さんよ言ってない。これは MRP のキャンコルかかわいいこれも素敵だけど
もうシークレット出てるからさ、残りの400をさ俺がちょっと開けてさ、あその光枠だけ10枚ピッて渡すっていうシステムですよ。暇つぶし。あ、でもそれぐらいの方がいいかもしれん、ベース的に。粉皮作業。なんかね、実際ちょっと後半はどうしても作業になるのがカートン配布。でも作業だって思ってる時にいいのが弾けたらぶち上がる。打ち上がる。おめっちゃ光っとるけど、これは黄色の SRP じゃなかった SR だ。宮山神経が鈍っとる。誹謗中傷の嵐。お、うわうわうわってそれはひどい。引っ込んでた。まあまあでもなんかくれる気でいるなら全然回っといた方がおってなります。なんか単純に強いカードじゃなくてなんかちょっと面白いものを。あ、一気に行こう。伊達さん。あ、つながるやつか。まあ、伊達さんだったらシングルで買っても。おお、クリア。わー、嬉しい。なんぼ当たっていいやつ。なんぼ当たっていいです。 2カード目、2カード目いけるかな。早いな。まあ、このペースやったらいけそうやな、頑張ったら。さあ、カートン復活。いやまだあドバルコともう一回サイン出んかな。ドパ書き。まあ無限よな、無限。でもやっぱ漫画のコマ使ってくれたのがすごくいい。あ、出たね。もう一枚出た。 MRP のミドシロ。ドバルコやそんな出る。ということで、カートン目ミステリーレアはやっぱ前と同じに4種3枚の2種2枚。ああ、ミステリーや。こんな感じ。レンガじゃない、サインが出て、変わった感じはここのキットページ SRP が SRP、MRP が2枚出たっていうのもちょっと珍しいかな。こうなったらさ、松のサイン、松じゃない、萩のサイン引きたいけど、ただ同じトレカバースから2箱買って両方サインだったらちょっと申し訳ねえよ。なんでもっとよこせよ。立派な。でも声バラ出たっていうことはシックが結構高い確率で入ってる。ってことよね。少なくともさ、前兆。ツタヤみたいなことはもう目がバキバキや。前兆が来た。前兆来ツタヤのような箱ではない。あ、でも、まあ、コインパンだけの箱もあるからね。わかんないけど、でも結構な確率でセットで入ってるらしい。そう。箱目。これはなんか本色？あ、違う。レアさんだ。なんか2つずつぐらいつながるんじゃん。ここの人たちみんな飢えてるからください。サインを、萩のサイン。2セット買って両方サイン来たらもう私トレカバースさんにお礼状書く。私は大丈夫だけど。レモン大丈夫。あ、ヒロ。いやいやいや、普通にヒロです。大丈夫です。やっぱでもその箱開けた。何気に仕事してきといて、なんか来た時だいぶもうなんか体力っていうかあれだったけど、あ、やったぜ。なんかこのカートンつながりそうね。サイン。でも物節ヒロイン SR イフパラのこれはイフなんでしょうね。いやなんか私こういう学生時代なかったな。なんかちょっとまあそんな気はするけど。カードの知識対決みたいな。私人と遊んでなかったです。大富豪。あ、ジョージー先生。サインって思わんようにしよう。これはなんだ。レンガが出たら嬉しいなぐらいで。あ、イフパラだ。いやー、いいですね。あら、
あらあら、やばいやばいやばい。これが欲しい人もいるこれが欲しい人もいるからみんな癖になってんだ。でもさっき我々はもうあ、やばいやばいやばい。リああ、はいはいはい。ちょっと期待しちゃうじゃんそんな。しばらく脳裏に焼き付いとる。あの時の栄光が。いや、もうね。そのなんか違う、これじゃない、法則性につけるのもまだ。これじゃない、あ、やばいやばい。これじゃない。さあ、数がちゃう。違う。ああ、まあいいや。ああ、全然当たりなんだけどね。そうですね。IQ1 になってる。この瞬間だけ LP0。LP0 の。そんな能力があったらいいね。数がないの前にあったら LP。なんか出た。お、いや、お、あえ、なんで？あ、ノパじゃない？ー、まあ、まあさっきあれだったから。ハギやとバレんのよ。ハギ3枚でしょうから。そうなんですよ。でもさ、私1日で2枚は前はあったか。うん、皆さんコナンカードを買うならトレカバース。なのトレカバースとりあえず1枚ずついこう。もう見えてんだよねこの。見えちゃうね。ただどっちかはわからない。いやできれば松さんでお願いします。できればどっちから行く？下から上からお兄さんが出てどっち？これどっち？あ、これなんか松これはハギいっぱい出る。ハギじゃ。でもこれ当たりだよ。ハギじゃ。普通に考えてさ、2カートン。いや、むしろ2カートン買ってさ、ジンペイちゃんのサインとさ、ハギのさ、レンが出たら大当たりやろ。大当たりや。大当たりだよ。出ないよ。ハギじゃ足りない。この人たちおかしい。松を出して。でもありがとうございます。はい。全然当たりですよ。全然当たり。でもちょっともしかしてお近くに松が2枚余ってる人はいませんか？いないか。なんでハギ出過ぎじゃね？だから悲しいんですよ。でも当たりだよ。だから悲しい。なんでもうみんな麻痺とる。麻痺モンスター取りすぎる。になっちゃった。もう完全にモンスターや。そうなんですよ。2枚以上の人じゃない。その子ちゃん。もう脳が強い刺激によって脳が変形して元無駄なくなって1日2回刺激受けたらやっぱ壊れる。人が壊れる。やばいやつが。でももうチーカーは触れないことにしてる。大変そうじゃないですか。おお、強いかな。素晴らしい。バランスはいいと思う。やっぱいつものように MR は4種3枚と2種2枚じゃない。でもこれ見たらバラやな。まあレンガが出た。で、ということで終わった。片付けお疲れ様でした。皆さんお疲れ様です。なんかめっちゃサイン出たなとはいえ。すごい比率。ということでね、あと15分で撤収しないといけないんで終わります。ライブ配信も含めてご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。